はい、皆さんこんにちは、ゆかです。あれこれラジオ第8回始まりました。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。今日のテーマは鬼、妖怪、幽霊です。あれこれラジオは YouTube の他に Apple Podcast や Spotify などでも聞くことができます。YouTube の方では日本語の字幕と外国語の翻訳がつきます。字を見ながら音声を聞きたいという方はぜひ YouTube から聞いてみてください。それでは早速始めましょう。まずは今日のお茶とお菓子を紹介します。あれこれラジオはいつもお茶を飲みながらお菓子を食べながら話をしています。今日私が飲んでいるのはこちらの玄米茶です。玄米茶というのは緑茶プラスいった米のお茶です。緑茶の代わりの他にいった米を使っているので香ばしい香りがあります。今日私が飲んでいるのは山形県のブランド米つや姫を使った玄米茶です。これは私が山形県旅行に行った時に買いました。蔵王で買ったものです。最近実は私つや姫が大好きで、最近出ているお米のブランドの中だと一番好きですね。ちょっともちもちしたような感じの食感でも粘り気はそこまで強すぎなくて程よい甘さがあります。何とも言えず美味しいんです。でそのつや姫を使った玄米茶がこちらです。今日はこれを飲んでいます。そしてお菓子は群馬県の特産品花いんげんを使ったお菓子です。いんげん豆というのは世界中で栽培されているかと思うんですが、この花いんげん、花豆というのは標高1000メートル以上の山で採れるものだそうです。とても大きくて立派なその花豆、花いんげんを砂糖でシンプルに煮たものです。このように結構大きいですよね。私の親指よりも大きいです。立派なこの豆をいただきます。今回私がいただいているこの花豆は群馬県の有名な温泉地草津温泉へ行った時に買いました。なので今日のこのお茶とお菓子は両方とも旅行のお土産ですね。自分が旅行へ行った時のお土産です。いんげん豆というのは日本の料理でも時々使われるんですが、ここまで大きくて立派ないんげん豆っていうのはなかなか見ないですね。食べた時にふっくらとしたこの食感と、あとは甘みですね。砂糖とそれからいんげん豆本来の甘みが感じられてとっても美味しいです。今日のこの玄米茶にもすごく合います。もし皆さんもね、日本旅行している時にいんげん豆とか玄米茶とか見つけたらぜひ買ってみてください。おすすめです。はい、それでは早速今日の話を始めましょう。今日のあれこれラジオのテーマは鬼、妖怪、幽霊です。なぜこのテーマを選ぼうと思ったかというと、そのきっかけは前回のあれこれラジオにいただいたコメントです。前回のあれこれラジオのテーマは2月の日本のイベント行事でした。2月の日本の伝統的な行事節分について紹介をしました。節分は人間にとって嫌な存在、怖い存在である鬼が来ないようにいろいろなことをするんです。そのように節分について紹介した時、コメントでもう鬼なのになんで人間のようにドアから入ってくるんですかというのがありました。はい、このコメントを見た時にもう鬼なのにというところに私はちょっと気がつきました。多分これは前は人間で今はもう鬼になりましたというその変化を表している意味かなと思って、そしてこのコメントをくださった方は多分鬼じゃなくて幽霊と言いたかったのかなと思います。どうだろ
というのも、日本語の鬼のイメージは閉まっているドアとか壁とかを通り抜けられるというよりは、それを壊して入ってくるようなイメージだからです。少なくとも私は鬼に対してそういうイメージを持っています。閉まっているドアとか壁とかをすり抜けられるのは、どちらかというと幽霊っぽいなぁと私は思います。で、日本では人間ではない不思議な力を持っている存在を表すものとして妖怪という言葉があります。妖怪、鬼というのは妖怪の一種類と考えられています。それでこの言葉の区別ですね。鬼、妖怪、幽霊、何が違うのかということについて今日は紹介したいと思います。まずは幽霊から紹介します。幽霊は人が死んだ後の姿です。人間が死んだ後の姿。例えばアメリカの有名な映画シックスセンスとか、日本のホラー映画リング、呪怨とか、あのようなものに出てくるのは幽霊です。彼らはもともと人間で、死んだ後に何か言いたいことがあったりやりたいことがあって、ずっとこの世界にとどまっている、この世界に残っているという、そういう存在です。それは幽霊です。そして幽霊はなんとなく半透明のようなイメージがあります。なので人間は幽霊に触ることができないし、また幽霊はこの私たちの世界のドアとか壁とかを通り抜けることができます。なんとなくそういうイメージがあります。妖怪というのは人間の理解を超えた不思議な力を持っているもの、不思議なことをするものです。妖怪はいろいろな種類があって、彼らの行動も様々です。いいこと、悪いこと、あるいは特に意味がないこと、いろいろなことをします。例えば猫の妖怪とか、傘の妖怪とか、人間の子供のような姿をした妖怪とか、いろいろな妖怪がいます。例えば日本のアニメ夏目友人帳には妖怪がたくさん出てきます。彼らは人間にはない不思議な力を持っていて、でも姿は人間とは全然違う感じです。それからポケモンもどちらかといえば妖怪っぽいですよね。絶対に幽霊ではないですね。人間ではない存在という意味ではちょっと妖怪っぽい存在だと思います。日本は妖怪の種類が特に多いということで有名だそうです。海外のいわゆる妖怪、人間ではない存在と日本の妖怪には大きな違いがあるという、そういう比較の研究をしている方がいて、でその方によると、海外の妖怪は一人でいろいろなことをやります。でも日本の妖怪はその行動が1種類とか2種類とかある程度限定されていることが特徴だそうです。例えば川の近くにいる妖怪として、川の近くでただ泣いている妖怪とか、足を引っ張る妖怪とか、そういう何かちょっと限定された行動をするような妖怪が多いということがその方の研究で分かったそうです。それから特に意味がないことをする、ただそこにいるっていう妖怪もいます。有名なのが豆腐小僧という妖怪です。この妖怪は人間の子供のような姿をしていて、豆腐を持っています。で、彼がすることはただ豆腐を持っている、それだけです。なのでその豆腐を人間に投げたりとか、あるいはその豆腐を使って何か悪いことをするとか、そういうことは全然なくて、ただ豆腐を持って立ってるとか、ただ豆腐を持ってこう歩いてるっていう、そういう妖怪ですね。そういう特にいいこともしないし悪いこともしないし、ただそこにいるっていうだけの妖怪もいます。なんで妖怪は本当にいろんな種類がありますね。
これが幽霊と妖怪の違いです。幽霊は人間が死んだ後の姿、そして多くの場合はそれは半透明な感じで、私たちは幽霊に触ることができないし、彼らも私たちに触ることは基本的にはできない。そして壁とかドアとかを通り抜けることができる、そういう感じのが幽霊で、妖怪というのは、本当にいろいろなものとか動物とか人間っぽいものとかいろんな姿のものがあって、それぞれに特徴のある行動をします。いいものもあるし、悪いものもあるし、また特にいいとか悪いとか何もないものもあります。ただそういう存在としているっていう感じですね。が妖怪です。そしてその妖怪の中の一つが鬼です。今の日本人に鬼の絵を描いてくださいと言ったら、みんなだいたい同じようなタイプの絵を描くと思います。それは頭に角があって、そして大きな牙が生えていて、ちょっと怖い感じの姿です。そして強い力を持っています。そのようなものが今の日本人が思う鬼の姿です。これはある程度共通しています。でも実は鬼にはいくつか種類があります。一つは最初から鬼として存在しているもの。例えば鬼の子供がいたら、その親も鬼です。鬼の家族です。もともと鬼として存在しているもの。これが一種類。そしてもう一種類は地獄にいる鬼です。これは仏教的な存在の鬼です。地獄というのは、生きている間に悪いことをした人が行くところですね。そこに住んでいる存在が鬼です。そしてもう一つは、もともとは人間だったんだけど、恨みとか怒りとか後悔とか、何かそういう強いマイナスの気持ちによって途中で鬼に変わったというものです。大きく分けて鬼というのはこの3種類があります。人間から変化したタイプの鬼というのは、最近よく見られている日本のアニメ「鬼滅の刃」を知っている人は想像しやすいかもしれませんね。あの中に出てくる鬼というのはもともとは人間でしたが、何かマイナスの強い気持ちが原因で途中で鬼に変わって、人間にはない能力を持って、そして頭に角が生えていたりとか、あるいは牙が生えていたりとか、ちょっと人間とは違う姿に変わりますね。そういうタイプの鬼もいます。はい。いずれにしても鬼に共通しているイメージとしては、何か強い力を持っている、なんか筋肉がすごくて、物を簡単に壊せて、そして基本的には人間にとって悪いことをする、なんかそういう感じのイメージですね。それが鬼です。で、前回のあれこれラジオで紹介した節分の時に鬼が来るというその鬼というのも、やっぱり日本人が想像しているのは、角が生えて牙が生えて強い力を持っていて悪いことをするっていう、そういうタイプの存在です。現在の日本において妖怪とか幽霊の存在を本気で信じている人というのはそこまで多くないと思います。でも中には霊感があって幽霊を見ることができる、または一回見た経験があるとか、そういう人も実際にはいますね。私はその彼らの経験を否定はしないし、本当に見たかもしれないと思います。また妖怪もそうですよね。この地域には妖怪がいてこういうことをするっていう話がずっと伝えられていて、それが絶対嘘だとは言えないですね。何でもそうですけど、それがいない、存在しないということを証明するのはとても難しいですから、もしかしたら妖怪も幽霊も存在するかもしれません。そう考えるとちょっと面白いような気もしますよね。また日本の街の中には妖怪を
テーマにしたお祭りとか町おこしをしているところもあります。町おこしというのは、その町にたくさんの人が来てくれるよう、その町が活性化するよう、もっと賑やかになるように食べ物とかキャラクターとか観光地などを宣伝すること、それを町おこしと言います。また日本の地域の中には妖怪を使って観光客をたくさん呼んでいる地域もたくさんあります。特にそういった宣伝でよく使われる妖怪の一つがカッパです。カッパは川に住んでいる妖怪です。頭に皿を乗せていて、多くの場合は緑とか茶色の色をしています。体は緑または茶色です。そして相撲を取るのが好きで、好物はキュウリです。キュウリを食べるのが好きです。そしてカッパは例えば人間の子供を川に引きずり込むといういたずらもしますが、何かしたら薬をくれたりとか助けてくれたりとか、そういういいことをする場合もあります。で、このカッパは日本のいろいろな地域で目撃されていて、カッパがいると信じている人がたくさんいます。それでカッパ関連のお祭りとか、あるいはカッパに関する観光名所とか、そういったものが作られている場合が多いんです。岩手県にはカッパが釣れるというそういう水辺もあったりします。まるで魚を釣るようにね、そこでこうやって糸を垂らして待ってたらカッパが釣れるかもしれませんっていうね、そういう宣伝をしていて、人気の観光地になっている場所もあります。また作品の中で描かれることも多いですよね。例えば昔の日本のアニメの作品だったら「ゲゲゲの鬼太郎」とか「妖怪ウォッチ」とか、そういったものは妖怪をテーマにした作品ですね。あと最初にも言いましたが、ポケモンもどちらかというとちょっと妖怪っぽいかなという感じがします。はい、ということで今日は、ちょっと不思議な存在、妖怪、それから幽霊、また鬼というのは何かということについてご紹介しました。皆さんのふるさと、あるいは今住んでいる場所には妖怪とか幽霊の不思議な話がありますか？きっと国や地域によっていろいろな種類の話、またいろいろな種類の妖怪がいると思います。ぜひこのコメント欄で教えてください。はい、それでは今日のあれこれラジオはこれで終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。